ご視聴ありがとうございます。ワールドインポートさんで夏セールを開催中です。お得なアイテムが多いのですが、ここではお店の一押しアイテムなどの意向は全く無視して、個人的に気になった面白いと感じた製品を数点紹介をさせていただきます。とはいえ一応プロモーションです。概要欄にクーポンコードを貼っております。一つ目はスナップオンの LN47ACF ロングノーズなスリップジョイントプライヤーです。この形、スリップジョイントで先が長くて細いって珍しいですよね。IPS 五十嵐プライヤーさんの製品で一つ持っておりますが、それ以外というとちょっと記憶にございません。手にしてみると結構大きさを感じます。全長は 241mm、 重さもそこそこありまして 361g。 形からニードルノーズプライヤー系想像していましたが、どちらかというとコンビプライヤーの親戚という感じ。繊細な作業向けというよりもパワープレイ上等な道具という印象があります。握り込んでみてその合成感に驚きます。全然たわまないですね。こういう先の細い系の道具って適度なたわみから対象を保持する印象がありましたが、これは本当にゴチゴチ。純粋に入力した力が保持力となりそうな分かりやすい操作感を受けています。普通のロングノーズと比べるとこれだけごつくなってますね。このごつさには助けられる場面は多そうです。つかみ面も独特。3パターンの形状となってまして、一番先端が細かな作業に適した網目、中段以降はパワープレイもこなしそうな粗めの網目、一番根元付近は縦溝となっていまして、ワイヤーや丸棒など棒状のものをつかむのに使いやすい形になってます。で、これがスリップジョイントで3段階の開口幅に調整が可能です。スペース的にニードルノーズやメカニックプライヤーに頼るけれど、パワー的にちょっときつかったりたわんで怖いって経験はございませんか？そんな時にスナップオンのこれ良さそうです。存在は知っていたのですが、実物見て触っていたら試してみたくなりました。色だけ自分の使ってます角田さんの似た道具と被るので、違う色、赤と黄色以外という漠然とした注文で予約をしてきました。この道具についてはまたレビューしてみたいと思っています。2つ目はデオルトのタフシステムのツールバックシリーズソフトタイプの工具入れです。これ面白くて、従来からのラインナップタフシステムに連結することができます。樹脂製のハードケースの上面にこんな感じでスタックすることが可能。現地までは積んだ状態で持っていき、現場で切り離してソフトバッグとして使ったりと、用途によってはとても重宝しそうな入れ物です。外観がこちら。持ち手やポケット、バンド類が豊富っすね。持ち手が2種類あるのはとても使いやすそう。片手用が1つ、両手持ちしたり引っ張る用の持ち手が左右に1つずつついています。サイズはこのくらい。タフシステムに準拠した大きさです。日本で使っているとちょっと大きいかもっすね。内側、収納がこちらです。450mm のモンキーを入れてみましたが、対角線上に収納することができました。外側にはゴムのバンドやバンジーコードも備わりますので、入りきらない長物ですとか、あとは上着なんかをくくっておくこともできそう。バッグは深さもありますので、ドライバーなどを縦収納することも可能です。PB のハンマー3番がギリギリ縦で入る感じ。様々用途に使いやすそうですね。こちらのバッグ、ハーフサイズもございます。同じハーフサイズのオーガナイザーと組み合わせてみるのも良さそう。ピンときた方、触ってみていただきたいです。続いて、同じ収納系で面白いものを見つけました。クニペックスの新作 X18 です。固めな布製のリュック型道具入れです。見た目がとってもスタイリッシュ。クニペックスの新作披露で見てかっこいいなとは思ってましたが、実物は本当にかっこいいですね。バックルの付け外しからまずおしゃれ。フィドロックという同じドイツ企業の作る製品が採用されてます。マグネットでワンタッチ、片手でペチッと操作ができます。実用的なのかと言われるとわかんないですけど、操作していてかっこいいなこれって感じたっすね。中は工具を入れるスペースと、反対側、背中側は書類やパソコン入れるのにちょうど良さそうな収納を持ちます。電光系な使い方にやはり向きそう。外観に負けず劣らず、収納部分もとにかくかっこいい感じのバッグです。
さて、このクニペックスの新作バッグ、かっこいいな、人気出そうだなと思ったんすけど、値段を見てちょっとこれ撤回っすね。想像の2倍以上。昨今様々事情と新製品のご祝儀相場というのを鑑みても5万円超えてくると、ちょっと指くわえて見てるだけになっちゃいました。趣味 DIY ではおいそれと買えないです。恐れ多くて、これ見せてもらうときは手袋はめちゃったっすね。ただこのバッグ、刺さる方には刺さるでしょう。気になった方はぜひ手に取ってみてください。4つ目は、エンジニアさんのネジザウルス、モグラの極端、六角でやっちゃった時用のお助け工具です。極端の名前の通り、全長わずかに 16mm、狭いところで使えるリカバリー向けのアイテムですね。先端はこんな感じ。これを対象ネジに押し付けながら左ネジ方向に回しますと、先端が六角穴に食い込んでいくようになってまして、やっちゃったネジを外せるかもという具合です。対象の症状は軽症までとのこと。実際に使うときはこんな感じですかね。狭い箇所で使えるのがメリットですから、薄いギアラチなんかに取り付けて頭を何かでこじるように押し付けながら回すイメージでしょうか。そこまで使用頻度は高くないとは思いますし、確実に助かるってものでもない。どちらかというと回ったらラッキーくらいな道具かとは思いますが、これでしか作業できない箇所はございます。持っていると役に立つかもしれません。スペースなくて困っている方はぜひ試してみていただきたいです。さてちょっと話それますが、こういう道具、ネジの頭舐めた時のリカバー道具でボールポイントってないんすかね。ボールじゃないと回せないネジってたまにあったりするっすよね。ボールで回すので舐める確率も高くなります。そういったところのリカバーって本当に大変ですから、角度つけて使えるお助け系の道具、ご存知の方いらっしゃいましたらぜひ教えていただきたくお願いします。5つ目は大物です。ベラのキャビネット。実物は初めて見ました。マットな真っ黒ボディに前面に大きくベラらしいグラフィックが入った道具箱です。なんといってもこの見た目っすよね。メタル調と言っていいのかな。ハードコアなグラフィックがバビッと入ってます。ベラがキャッチフレーズのように多用しているツールレベルス、工具愛好家って意味に捉えるらしいんですけど、その文字を中心としてレンチやラチェット、ドライバーが描かれています。このキャビネット、ハゼット製みたいで背面にはエンブレムが貼ってあります。こういうのダブルネームって言えるんすかね。例えばレッドブルとベラは以前ありましたが、工具で2つブランドネームが入るって珍しいと感じます。上から3段はベラの工具が入っていまして、1段目がベラといったらのドライバー、2段目はコンビレンチに、これまたベラお得意のヘックスプラスのレンチ、いろいろ入ってまして、なんでか欲しくなってしまうツールチェックプラスもここに入ってます。3段目はラチェット系、四分1と2分の1が入ってます。引き出しは全部で7段、2段は深さのあるサイズとなってます。ソケットや握り物は高さある引き出しに入れると便利ですから、一般的に使いやすいサイズですね。で、このキャビネット、引き出しのレール部分にあえてベアリングを使ってないみたい。その操作感は案外良くて、表しにくいんですけど、硬いんだけど柔らかいというのか、かっちりしてるんだけどふわっとしてるというのか。ベアリングがないためか、ドロワーを引き出してみると左右に結構ぐらつきはあるんですけど、操作感はカチッとしてるんですよね。ドロワーを引くときはロックレバーを起こさないと開かないタイプ。なのになんというのか、ガチャンといい意味で気だるく開いてくれます。そして動きがすごく軽いんです。いろいろな正反対に思える感覚がこのドロワーに共存しているように思いまして、この操作感はデザインと同じくらいインパクトあるものに感じています。ベラのキャビネット。もの自体はハゼットの178シリーズと同じかと思います。拡張性もあり、デザイン的にも本家のハゼットブルーと組み合わせても面白そうと感じました。欲しいと思ってもパッと買えるものではないというか、実物見る機会すらなかなか難しいアイテムに思います。この機会に気になる方はぜひこのデザインや操作感確認してみていただきたいです。さて、ワールドインポートさんのセール、その他面白いアイテムいくつもございます。最近の物価高、円安の影響で海外の道具は本当に買いにくくなってきました。
欲しい製品がセールとなっているかもしれません。気になる方は概要にリンクを置きますので覗いていってみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。